こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、豚に奪われたトロッコを追いかけ、追いつけないと悟るのに7秒。以前の村人脱走の時より2秒短縮されました。これまでのプレイ努力の賜物です。唖然と立ち尽くした4秒を加算したら悪化してるわよ。なんとなく、見送ってあげないと豚に申し訳なかったんです。さて前回は、畑を改築するのが責務で、あまり羊毛狩りに精を出さなかったものの、エメラルド取引用の材料は6割ほど集まりました。残り4割、この収録で集めきる意気込みです。そろそろ本腰入れるのね。まあ牧場改良はまだまだ調べ物してからですし、畑は後から考えてもあれで一つの完成形です。この辺は好みによって意見が分かれそうですが、整地と構築、小麦収穫の手間のバランスが私好みなんです。小麦が水で流れてくるのを待つのが少々苦手なんですよね。何事？置き換えないと出発できないじゃないですか。いい加減覚えなさいよ。そろそろ発想の転換が必要な頃合いだと思うんです。トロッコ置き換え忘れをどうにかするより、置き換えないで済む駅にするべきです。忘れないようにする努力を諦めざるを得ないのね。それにしても今、トロッコ奪われてから戻ってくるまで長かったです。収録データでは57秒。トロッコ最高速は毎秒8メートルで、460メートルも進める時間です。おそらく秒が距離圏内のかなりギリギリで動物にちょっと待ってパワードレール踏まないで、押し切られたし。やばいからトロッコが抜かれたらもう後がないです。なんであっさり抜かれるの？とりあえず今できることは、で、この後どうすればいいのでしょうか。豚と仲良くピラミッド拠点まで小旅行ね。いや待てよ。私はもう一つトロッコを持ってきています。これを私の前に置いて減速させればってなんで通り抜けるの？これで2両編成になったわね。ピラミッド拠点が見えてきた。ついてしまったら私の負けです。ここで降りて通過させてレール壊せば。って追ってきてない？今更からトロッコ作戦の効果が出たようね。まあ下り坂が多いところでは、減速に時間がかかるんですよね。で、どうやら無事に、豚を田舎暮らし拠点に送り出すことができていたようです。とっさにからトロッコ使ってなかったら送り出せなかったわね。それから、もう一度動物にぶつかってくれればと期待しながら、半分以上まで来てしまいました。ここからは逆にピラミッド拠点に戻られると厄介です。来たわね。正面衝突で競り勝ちました。しかし、私がスピード負けしていた時も勝てるのでしょうか。念のためレール削って少し待った方がいいかも。もう来てる。ここで耐えないと、あっさり抜かれたなんで？テリーが前に進んだからじゃないの？豚トロッコが止まったと思って押したつもりだったのですが。それにしても、私はホッパーで遊ぼうと、ピラミッド拠点からトロッコの予備を2つ持ってきただけだったんです。それがなぜ、予備が2つともなくなっているのでしょうか。遊んではいけないと、マイクラの大いなる意志が示しているのよ。でもこんなことではめげません。羊牧場用のトロッコを転用すれば遊べるんです。そしてどうやら明るい間に、田舎暮らし拠点にはたどり着けないようです。余裕を持って出発したのに、そろそろ寝ないと結構日が沈んで、嘘？いや本当に、こんなこともあるんですね。ここまで気が利く豚は珍しいわね。ともかくせっかく大いなる豚が持ってきてくれたトロッコ、決して無駄にはしない決意です。さて決意を新たにちょっと待ってそこから加速とか特に待って。後ずさり作戦成功です。とりあえずまた跳ね返ってきた時の対策を、意味ないじゃないですか。普通にわからなかったの？村人脱走された時の反省で、次はブロックをこうと気に留めていたんです。で、とっさに対応できるようにここからは徒歩です。そしてようやく牧場が見えてきて、どうやら豚トロッコは田舎暮らし拠点で停止していると思って、安心していたところだったのに。また加速してきたわね。あれ、
今度は後ずさり作戦が効きません。もしかして豚がトロッコを動かしているの？かつてないほど気が利く豚を何殴っているのよ。非常に心苦しいですが、パワードレールが近くてかなり焦っていました。この時点ではまだ、羊にトロッコを奪われたことに気づいていませんでした。私が村の先で乗り捨てたトロッコを取りに行こうと戻り、そういえば豚トロッコよりも先行していたはずだと思い出して、そして、羊がトロッコで止まっているのを見て、ああなるほどと合点がいった後で慌てて降車です。時間こそ短いけれど、長い戦いだったわね。ほんと息を抜く暇もない、厳しい戦いでした。で、羊を下ろす前に思わずレール壊してしまいましたが、意味なかったです。そんなこんなでかなり力尽きながらも、田舎暮らし生活がやっと再開です。さてまず行うことは、若干の時間節約ができそうだと、わざわざ持ってきた鉄鉱石の精錬の仕掛けです。それで、どの程度節約できるの？もうなんか、どうでもよくなった程度です。というわけでまずは日課を。あとは羊毛が生え変わるまでの時間を使ってホッパーを調べてみます。そして羊毛をしまって早速、どこで実験しましょうか。意外と手頃な場所がなかなかないんですよね。まあ拠点すぐ近くでは無理ね。些細な実験なら旧牧場跡地、規模が大きくなるなら野戦跡地ってところでしょうか。規模を大きくするの？まだわかりませんが、でも、気づいてしまったんです。ピラミッドの最上部の建築材ですが、レベル4ビーコンを起動するため、4種類の鉱石ブロックの必要数は水色の方となります。で、鉄ブロックはやはり160層目、と考えていたのですが、なんか、こんな感じにするのもありかなと。他の鉱石ブロックのどれで100個集めるつもりなのよ。それについてはほんの少しだけ説明が必要です。まず、定番の風車型についてですが、採掘プレイは息抜き企画で独立させた関係で、この企画では採掘をなるべく控える方針で進行しています。それ以上言わないでもいいわ。まあでも、羊で色々試してみたいことはあるものの、早く新バージョンに移行したいという気持ちもあって、当分葛藤が続きそうです。もし私が10人くらいいれば色々できるのに、と思う今日この頃です。そして10個のピラミッドがずらっと並ぶわけね。さて、ようやく私はホッパー付きトロッコの時代に追いついたようです。ちょっとドキドキです。おおちゃんと掃除してくれている。事前にウィキで確認した通りです。フェンスの上のアイテムまでは吸い込んでくれなかったわね。これはウィキからではわからず、もしかしたらと思ったのですが、1メートルブロックの上までしか吸い込めないようです。で、斜め上まで吸い込める点で、吸引力では私の勝利です。ならもうホッパーいらないわね。いやほら、全部金属でできているとことか私には勝てません。さて新牧場では、大半の羊毛が生え変わるまで8分ほどかかっているようです。草ブロックの電波しやすさでは新牧場が有利なはずですが、やはり羊の歩き回りづらさで足を引っ張られている感じです。一長一短ね。レール以外の部分では牧場を作る手間はさほど変わらなそうなので、どの形が有利かの結論を出さないとなりませんが、これは考えれば考えるほど複雑です。そして念のため、1ブロック上のアイテムを回収できるかを試しておきました。まあウィキの通りです。で、次はテリーの番ね。どう見ても窒息するのでホッパーに不戦勝を譲ります。まあでも、ホッパーを活用するならある程度アイテムを寄せる仕組みを作るか、レールを大量に敷く必要があることは分かりました。さてホッパーはひとまず置いておき、羊毛がリターンを挟んで次は新牧場の手入れを始めたところで、ちょっと短いですが今回はここまでとなります。結局豚と6個回となったわね。そういえば、今までの動画投稿数がいつの間にか400本を超えていました。コツコツプレイの投稿を始めてから、もう丸4年となるようです。その割にはプレイが上達しないわね。なんででしょうか。
まあそれだけマイクラの自由度が高く、細部まで計算尽くされていて、とにかくすごいゲームだからだということで。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。